皆さんこんにちは。今回はダイエットスタートに先駆けて、私がよく作ってるダイエット飯をいくつかご紹介したいと思います。これからね、ダイエットしていくにあたってどんなメニューにしようとか迷ってる方いたら、ぜひ参考にしていただければなと思います。基本手の込んだダイエット飯っていうのはうちは作らないです。料理が一番家事の中で嫌いなので、いかに手を抜いて美味しく作るかっていう形で作っていきますので、よかったらみんなも作ってみてください。ではスタート。私が過去一番痩せてた頃に毎日食べていた低カロリー飯をもう一つ目に紹介したいと思います。具材がもやしとマグロのたたき。これ以前紹介した楽天で買ったマグロのたたきですね。ストレートでカチカチなんで解凍したいと思います。解凍できました。マグロのたたき 100g です。でこれを洗ってレンジでチンしていきます。でお皿に温めたもやしを入れます。熱い。チンした時にもやしから水分出るんですけど、あれは捨ててます。でこれの上にこのマグロのたたきをのせます。ここにマヨネーズ、あくまでうちはなんですけど、調味料気にしないので、低カロリーじゃないじゃんって思う方もいると思うんですけど、もうそこまで制限したら本当にきついと思うんで、痩せのを作ったりとかだったらもう調味料とか避けれないと思うんですよね、今後。なんで調味料は全然使います。完成。マグロのたたきもやし丼ですこれだけだとね、タンパク質くらいしか取れてない感じするんで、これとスープ系とか一緒に食べるといいかなって思います。お吸い物っぽいのでもいいと思うし、味噌汁に足りない栄養を具材として入れて食べるっていうのもいいかなと思います。なのでちょっと味噌汁も作っていきましょう。って言ってもほんと味噌汁も簡単。味噌汁ない。ちょっと味噌なかったんで味噌汁やめてごま豆腐にしました。ズボラだけどちゃんとお皿に移してみました。続いてはもう社会人の方や忙しいママさん、もう片手でもパッと食べれるサラダラップを作っていきたいと思います。ラップに使うのはこちらです。昨日急いでスーパーに行って探して見つけたラップです。こうやってもね、ラップっていうかトルティーヤの皮100ちょっとはあるんですよね、1枚。なんでカロリーもっと抑えたいって方はiHerbっていうサイトで本当にグルテンフリーのラップ売ってるんで、それを使ったらもっとカロリー下げれます。ちょっと今回は急ぎだったのでスーパーであったやつ使います。はい、お皿に出してきました。もう正直こっからは何乗せてもいいんじゃないか説あります、うち的に。
ちょっとね使いかけのもので申し訳ないんですが、期限がね結構近いんで、千切りキャベツをのせて、ほんとね何のせてもいい。うちは千切りキャベツ、卵、チーズを今回のせようかなって思うんですけど、別にハムのせてもいいし、きゅうりのせたっていいし、サンドイッチと同じような感覚でどんどんのせればいいと思います。ちょっと外側だけ残しとかないと負けない。11時でドンキのチーズ、とろけるチーズ使っちゃうけど、別にとろけさせなくても大丈夫らしいです。なんで最近は生でも使っちゃう。ちょっと本当にいいのか分かんないけどね、友達が大丈夫って言ってたので使っちゃってますでこれは1枚46キロカロリー。一応ね、ハム、ソーセージ、ウインナーは加工肉だからうちはあんまり使わないんですよね。はい、ゆで卵のせます。なんて雑なゆで卵。包丁の刃が悪いのか、うちの不器用さが出てるのか、マヨさんかけていきます。ちょっと物足りんな。ブラックペッパーかけます。もうできたと言っても過言ではない。これを巻けば完成です。でもちょっと乗せすぎたかな。持ち運びたいとかだったら先に下にラップ引いてやると、そのままぐるぐるって巻いて持っていけるんでいいと思いますよ。うちはもう強引によいしょよいしょ、こんな感じ。やっぱりこれラップやった方がいいかもいい感じ。ほんとクレープみたいな感覚、いいね。これにウインナーとか入れても美味しいんだけどね。じゃあいただきます。うまい。うちめっちゃもうパンすごい好きなんだけど、これなんかちょっとパン食べてるような気分になる。サンドイッチみたいな。だからなんかほんと無意識的にパンから離れられる。多分これがちょっと小麦入ってるし、小麦摂取してるから脳みそもなんか満たされたって感じになるのかなとは思うんだけど、これが忙しいタイのご飯でした。食べよう。様でした。動画編集しててヘッドホンつけてたら髪うねっちゃった。ちょっと小腹がね空いてきたんで甘いもん食べたいなって思うんですけど、ちょっとスーパーで探して代用できそうな甘いスイーツ探してきました。じゃじゃーん、黒ごまのプリンと、これがミルクキャラメルごま豆腐です。こっちは食べたことあるんですよ、豆蔵プリン。これね美味しい。ほんとプリンみたい。やっぱりまあちょっとカロリー的には多いのかな。でも131キロカロリーで、タンパク質が 5.1 グラム入ってるんで、まあまあって感じ。人間は最低でも自分の体重分っていうよりかな。例えば40キロの人だったら40グラムのタンパク質を1日取らないといけないんですよまあ約5グラム入ってるってことは結構じゃないですか。まあ、これ10個って思ったらちょっと多いけど結構入ってる。でこっちはごま豆腐でキャラメル、他にもねチョコみたいなのもありました。チョコとかなんか何個かありました、スイーツ系のが。これはねうち食べたことないのまだ。これは1個81キロカロリーだからおやつにぴったりで、タンパク質が1グラムだからこっちの方がタンパク質は少ないけどカロリーは低い。調節して食べていくっていう形がいいのかな。今日はそんなになんかサラダばっかでちょっと脂質とか糖質少なめだったな、タンパク質取りたいなとかいう感じだったら豆蔵プリンで、結構通常通り食べてちょっとカロリー気になっちゃうかもって思ったらこっちのごま豆腐を食べるのがいいのかな。
こっちの味がちょっと分かんないんだよね。だからこっちちょっと食べようかなと思います。ちなみに豆蔵プリンは110円ぐらいだったかな、1つで。これちょっと開けちゃったこれは2つで100いくらだったかな、120円ぐらいだったかな。いただきます。めっちゃうまい。プリンのカラメルとプリンがこうぐちゃ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 って混ぜて固めたやつ本当にね、ちょっと想像させるとちょっとね汚いなって感じだけど、マジでそれめっちゃ美味しい。ごま感ないんだけどこれいい。結構ね、うちの豆蔵プリンも甘くてほんとしっかりした黒ごまプリンなんですよ。負けず劣らず、ごま豆腐も全然甘い。カロリー抑えられてるんだったら全然こっちでいいかなって感じ。これはうまい。ごちそうさまでした。これは美味しい。夜はオニオンスープ作るでー。もうね、料理って何なんだろうね。料理ってさ、頑張って作るわけじゃん。なのにさ、すぐ食べてなくなっちゃうじゃん。あれがすごい嫌いなんだよね、うち。あ、お湯沸かすの忘れてた。うちがね、袖まくらないの気になった方もいると思うんですけど、湿疹ができちゃってですね、集合体嫌いな人とかはちょっと苦手だと思うので隠してます。玉ねぎ切れた。もうあとは何入れてもいいよ。じゃあ玉ねぎだけじゃつまらんから、ブロッコリーとか洗い物増やしたくないから、もう使う予定のお椀で。じゃあこれ冷凍のブロッコリーだからチンしちゃう。沸きました。こんな感じで入れて、味付けはね、もう鶏ガラとかコンソメとかでいいかな。